はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いします。はい、今回は1月全体の1ヶ月分の全体運を見てみたいと思います。星の補足説明をしながらタロット見てみますね。よろしくお願いします。そしていつも前半後半で動画をアップしていたんですけれども、ちょっと1月後半が動画撮れないので、今回は1ヶ月分とさせていただきます。はい、またね旅先から2月分の動画撮ってみようかなと思ってます。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード6、ソード3逆、ラバーズ逆、ペンタクス4逆、カップ3にソード9逆にペンタクスの、ページですね。気をつけることや対策がカップ9逆、そしてソード7逆。オラクルは運命の輪、運命の輪ですよ。これはなんかいいことあるなって感じがしますよね。オラクルに運命の輪が出るともう必ずそのタイミングが来る、扉が開かれるって感じがあるので、何かこの1月の間に必要なね気づきがあるんだと思います。これはでもあるような気がするな、星で見てもやっぱり上半期のねやつではやっぱり決めればその道が開かれるっていう風に書いたんですけれども、本当にそういう感じでその道が開かれるって感じがすごいしますね。はい。1月はですね、1月20日までは自分の中でちょっと迷いがあったりとか、自分がちょっと疲れてる部分とか、少しナイーブになってる部分っていうのをこう埋め合わせをしていくというか癒していくみたいな流れがあるかもしれません。だけど1月の20日以降っていうのが自分が決めていく、自分がそれを何か生み出していくとか企画していくとか表現していくとか、自分がその何かを自分の人生に取り入れることを決めるんだみたいな、そういう決めるっていうのがねとてもいい時なんですね。なので1月20日、特に1月20日ぐらいっていうのは、中旬から20日ぐらいっていうのはとてもいいタイミングだと思います。この13日14日とかその辺のね中旬ぐらいっていうのも物事が何か進んでいきやすい時なんですね。でこの進んでいきやすい流れっていうのは天秤座の皆さんが何かをしたからではなく、もうバックグラウンドとして何かそういうふうに動き出すみたいなのがあり、そして19日あたりっていうのは非常にナイーブな繊細な感性っていうものがこう磨かれ、そしてなおかつ本当に自分がやるべきこと、自分の使命って何なのかなっていう、それぐらい大きなテーマっていうかね、生活の中で自分が本当に気をつけなきゃいけないのは何なのかなっていうことをなんだか深いところから感じ始め、でその上で20日以降に自分にとって今必要なのはこれだなっていうことを決めていくってことなんですね。そう決めたら本当そうなるって感じがします。もう流れ的にもご自身でちゃんと進みたい方向に進めるような流れをご自身でもおそらく作ってきたんじゃないかと思いますし、やろうと思えばできますみたいな、動こうと思えば動けますっていうような、そしてもうなんか後ろから押されているような運勢があるっていう感じなんですね。でその運勢に乗っていくには多少の自分の中で諦めなければならないものが少しあるのかなって感じがあり、これは仕方ないかって、せっかくこの流れに乗るんだからもうこれはいいかってことで何かはちょっと外していくんですけども、少しそれが心残りな感じとか後ろ側に惹かれるような感じもあるかもしれないんですけれども、でも新しい可能性にかけようという形でそれを選んでいく感じがします。そしてこの1月20日以降に決めたことっていうのはとてもワクワクするし、なんかやったある種達成っていう感じで、誰かと一緒に喜んでいる、誰かと一緒にこれから先の自分の未来をお祝いしているみたいな感じがあります。ただその後ですね、ソードの9ということで何かすごく期待値が上がったらその分なんかなんだそうなのみたいなちょっとがっかりすることもあるということで、期待値が上がりすぎると少しねダメなわけじゃないんです。全然可能性って消えてないし何も失敗もしてないんだけど、何か自分の感情をとてもいい状態に保ちたいがゆえにネガティブな情報に過剰に反応してしまってるっていう感じがするので、そこだけ気をつけてください。自分が勝手に過剰に反応してるだけで、実際はただ事実を聞いただけでじゃあこうすればいいじゃないっていうふうに対策がいくらでも打てるのに、全てが台無しだとかなんか全てがダメだみたいな感じで急に全部真っ黒になるみたいな感じがあるので、そんなことないよっていうことで、
すごくなんか浮かれるような、浮き足立つようなすごく嬉しい感覚っていうものと、それが一気になんか水をかけられて消えてしまうみたいな、そういうなんか両極端な感情の浮き沈みがあるなって感じがするんですね。なのでこれは感情の浮き沈みっていうのは運勢関係ないですから実は、もちろん多少は関係あるんですけど、そこは自分でコントロールできる部分なので、ご自身で自分の感情を心地よくするために努力をしてください。それはね、なんか好き勝手してて勝手に誰かが自分の感情を満たしてくれるとか、運勢が勝手に自分を良くしてくれるというわけではないので、自分で自分の感情が正常に働くように自分をちゃんとキープしておくみたいな感じです。そうなので急になんか惑わされてがっかりしたりとかしないでくださいね。全然それは失敗でもないしダメっていうわけじゃないんですけど、ただ単にその事実を聞いただけっていう感じなんですよ。あ、そうなんだと、じゃあこうしましょうっていうことでいくらでも対処はしていける感じですね。なので変な負のストーリーを作り上げないようにしてくださいね。でそれにふと気づいたらまた現実的にはちゃんとこうやっていけばいけるじゃない、よかった、ほっとするみたいな、そんな感じがありますよ。なのでぜひね、ご自身がもし揺れてしまうとか、もしくはちょっと不安になってしまうなっていう場合は、やっぱり他の誰かの第三者的なしっかりとした意見とか、他の人に相談するっていうふうにしてみてくださいね。その方が今この明確じゃない状態でも大丈夫なんだっていうことが分かる感じがします。ですのでここでやっぱりソードカップの9とソードの9というのは非常に対照的なものが出ているので、ぜひご自身どちらの可能性もあるんですけれども、変に一つの事実をめちゃくちゃポジティブに捉えることもできるし、めちゃくちゃネガティブに捉えることもできるしっていう形で、どっちで捉えていたとしても、もちろんそのチャンスの扉は来るんだけど、そこのチャンスの扉を通過するまでの心の持ち方っていうのが全然変わるから、ご自身でそこはうまくコントロールしてください、感情はね。はい、その上でちょっとお仕事のことを見てみますね。仕事、カップのナイト出てます。そしてペンタクスエース、はい、そして鳳凰ですね。仕事は着実にやっていけますし、先ほどの1月の20日以降すごくクリエイティブに自己表現していっていいんだよとか、企画していいんだよって言ったんですけど、まさにお仕事でも自分のその創造性っていうものを使って、感性っていうものを使って何かを生み出していけるよって、どんどん溢れてくるよって感じで言われています。でその溢れて出てきたものを形にするためにしっかりと道筋も考えられるし、しっかりとなんか法にのっとってやっていきますみたいなね、なんかそんな感じがあります。とても堅実でいいですね。このエネルギー、仕事のエネルギーいいですね。人間関係見てみます。はい、人間関係はワンドのナイト、そして、ワンドの9、そしてカップの6ということで、人間関係はご自身が関わりたいと思う方とは関われます。それに関わりたいと思う人には愛にもいけるし関われるし、なおかつ、昔からの知り合いとか心の友みたいなね、普段は会わなくてもいざという時は分かり合える人たちっていう人たちとも関わりがあるのかなということで非常に満足します。ただこの全体を通してね、9というカードが3枚も出てるんですね。9っていうのはもう少しで到達するみたいな、そういうもうちょっとでマックスなんだけど、そのマックスの手前っていう感じがあるので、何かエネルギー的にやっぱり1月20日までと20日以降っていうのもエネルギーも違うし、ご自身の中でピークを迎えるにあたってのドキドキ感とか不安感とかっていうのももしかしたらあるのかもしれませんね。ちょっともう一つ恋愛も見てみましょうか。恋愛とかだと余計にね一喜一憂しやすいですからね、感情っていうのは。バンドのクイーン、ソードの5、カップエースということで、ご自身が自分の仕事をしっかりとこなしている時や、自分の役割というものをしっかりと自覚してやっている時っていうのは、そんなに精神的に揺れることなく普通にこれまで通りいい関係っていうのは続けていけるよというふうに言われています。だけど何か自分が仕事の方にばっかり優先して
その相手をいたわれてないんじゃないかみたいな気持ちにこう一旦なったりとか、自分ばっかり自分の要求を言ってるのかなっていうふうに思い始めると、なんか急に勝手にねどう思われてるのかなみたいなことを想像しそうなので、そこは全てというかシェアしてください。それをその懸念をシェアするっていう風にしてみてください。そうしたら全然受け入れられるよっていうことで愛情が溢れてくる。あ、やっぱりこの人好きだなとか、やっぱりなんだかんだあるけどこの人からは離れられないなとか、ついていきたいなみたいな、そういう優しい思いっていうのが自分の中に溢れますね。新しい出会いありますかって言われたら、どちらかというとこれははいじゃあお見合いの場に行きましたとか、はい紹介されましたみたいな感じではなく、日常の仕事を通して全然関わりないんだけどなこの人っていうような、そんな人たちとすれ違っていくことによって多少その喜びというかね、チャンスっていうのは生まれるかなとは思いますが、ちょっと二次的三次的なチャンスを期待しましょうって感じがします。直接会うとかじゃなくて、その人の紹介みたいな、そんな感じね。さっきのもしパートナーがいる方にとっては、なんだかこう2人の道筋っていうものをもう少しちゃんとつけていきたいのにつけられない、自分もつけられないみたいな、仕事の段取りがはっきりしないからわからないとか、なんかこれからなんか向こう転勤するのかなとか、そういったちょっとしてなんか不確かな不安っていうものがありますが、その何がどうなっていくかっていうのは常にその変化っていうのは起こるものだから、どんな変化があったとしても、どんな状態であったとしても、何をしていたとしても、お互いの中にその感情というものがあれば、相手を思う気持ちがあれば大丈夫だよっていうことを忘れないでください。はい、ということで最後に文字も引いてみますが、もし何かしら参考になったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。天秤座さんどうなんでしょうね。運命の輪ですからね、これな気がする。リラクゼーションというカードが出ました。無理しないでねってことなんですかね。とにかく皆さんもこれを見て何か感じることがあれば、全然ご自身でねメッセージを受け取ってもらいたいんですけれども、こう幸せな瞬間というか、そういう自分にとって幸せな時間というものを自分に与えてくださいと。眠る時間が幸せだったらたっぷり寝てくださいと。自分をリラックスさせてくださいっていう感じがしました。そうすることによって自然となんかその流れの中に乗っていくんでしょうね。変に固い意地張ってなんか頑張るとかっていうよりも、ちゃんと自分の中から湧き上がってくる思いや感覚や感性っていうものを使って、なんかいつの間にか扉抜けてたってことになるかもしれないので、はい、ぜひゆっくりとした時間を作ってみてください。ということで今回もありがとうございました。また1月末までにね次の動画アップしたいと思います。ということでいい時間をお過ごしください。失礼します。